メの生産量が日本一。ホタテ漁が盛んで、ホタテ養殖発祥の地にもなっている。人口は2023年10月31日で11万1950人。総面積は14万2741ヘクタール。815市区中第4位。なのに加重人口密度815市区中第741位。市区町村の地区のみで土地の大きさに対して何人いるの、密度はどうなのってランキング。驚くほど北海道は上位がない。開拓さんってことで、北見市は面積は4位だから、人口で割ると1人当たり約 1.2 ヘクタール。1ヘクタールは100メートル ×100 メートル。全員で分けるととんでもない敷地だね。くれないけど、とんでもない広いところに人少なってこと。現在の市域は2006年の合併で旧北見市が丹野町、常呂町、留辺蘂町と新設合併し成立したもの。北見市の氏名の由来は松浦武四郎が命名した国名北見国から。過去のこの地方域の通称北海岸と快晴の日に樺太が見えることから一字ずつ取ったもの。1942年に旧称の野付牛から北見に改称されたんだ。北見市にはこんなとこがあるよ。紹介。北狐牧場。約60匹のキタキツネが放し飼いにされている。人慣れしており、うたた寝したり人に寄り添ったりと愛嬌たっぷりのキタキツネが間近で見られる牧場。毎年春には子ギツネが生まれ、子ギツネ専用飼育ハウスで見れるぞ。わっか原生花園。北海道遺産に選定されたわっか原生花園は300種類以上の草花が自生する花畑。春はエゾエンゴ咲く、夏はエゾスカシユリ、秋は釣り鐘人参などの花が咲き、四季折々のさまざまな草花を鑑賞可能。野鳥の繁殖地でもあり、バードウォッチングにも最適だぞ。北見八花記念館。北見の八花は昭和14年頃には世界市場の約 70% を占め、北見市をはじめこの地方の今日の発展の礎を成した代表的な産業の一つだった。世界の7割ってやばいよね。昭和9年に八花の加工を目的として設置された北見八花工場は半世紀にわたる足跡を残し、昭和58年に閉鎖。同時に北連農業協同組合連合会からの寄贈を素地として旧事務所を復元し、八花関係資料の展示及び講演として公開している。サロマ湖。独特の湖面の青色がサロマンブルーと呼ばれるほど美しいサロマ湖。北海道で一番大きい湖、面積は約152平方キロメートル。温泉もあって、ホタテやカキなど海産物がおいしいところ。サロマ湖の位置が北見市にあたる部分もあるということで、サロマ町は北見市じゃないぞ。玉ねぎ。
100年前から栽培開始。今では日本一の玉ねぎ産地。日本の1年間の玉ねぎの収穫量は107万トン。北海道は全国の収穫量の 50% 以上を占めているんだ。そして北見市は北海道の約 40% を収穫で日本一という計算。北見ファミリーランド。北見駅から若松方面へ車を走らすことおよそ25分。林道が見えてきて木々の間に車が入ると少しレトロでタイムスリップしたような遊園地が現れる。山の中なので日光浴をしてピクニックがてらお弁当を持参してくるファミリーがたくさんいるらしい。田舎のゴーカートはコースがめっちゃ長いとか滑り台が異常に長いとかあるある。山の水族館。日本一と世界初がある水族館。北の大地の水族館には日本最大の淡水魚であるイトウの中でも最大級の大きさである1メートル級に育ったイトウが20匹も飼育されている。日本で最多の飼育数。超貧乏水族館としてリニューアルオープンした北の大地の水族館。寒さに弱い熱帯淡水魚を冬期間は養生施設で飼育していたんだ。施設では温泉と冷泉を程よくミックスした温泉水を使用。魚たちがきれいに早く成長するなんて魔法のような効果がある温泉だと驚き、この地の温泉水を魔法の温泉水と命名。カーリングの聖地。現在はカーリングの街として注目を集める北見。女子日本代表のカーリングチームロコ・ソラーレの活動拠点。北見市の中でも常呂町は人口わずか5000人でありながら6、7割、実に5人に1人の町民がカーリング経験者であるほどカーリングが盛んな町。そんなカーリングの町で活躍するロコ・ソラーレのメンバーが2018年平壌、2022年北京オリンピックで2大会連続メダル獲得。一気にカーリングで有名になった。もぐもぐタイムでは選手が食べていたお菓子が一躍有名になり、しばらく買うこともできなかったり、口癖の「そだね」が有名になり T シャツが売れたり、2020年にはアルゴグラフィックス北見カーリングホール完成。まだまだこれからの選手が誕生することを期待。次は北見市の珍しい行事を紹介。サロマ湖 100km ウルトラマラソン。日本のウルトラマラソンの草分け的な存在の大会。100km の部は湧別総合体育館前をスタートし、おおよそフラットなサロマ湖を周囲を巡り北見市常呂町スポーツセンターでゴール。100キロって単のカレーライスマラソン。タイムや順位を競うレースではなく、走る目的はカレーライスの材料を調達すること。4人1組で途中の関門でゲットした材料を使ってカレーライスを作り、チームのみんなで美味しくカレーライスを食べる。2キロから5キロコース。最後に各組カレーを作り、
れたね、おいしかったねって行事。平和だな。北見菊祭り。北見市で最も歴史のあるお祭り。約1万鉢の菊花の展示が楽しめる道内最大級の菊の祭典、北見玄関の焼肉祭り。2月上旬の夜、寒空の下、屋外に七輪を並べ大勢で焼肉を楽しむ祭り。正気。あまりの寒さに焼肉のタレが凍ってしまうほど厳しい寒さと焼肉の香り、炭火の煙に包まれながら玄関カラオケ大会や大抽選会などステージイベントも。北海道外の人が喜ぶ行事だと思うんだけど、地元の人も行くんだよね。そして参加したことを後悔する行事。だって絶対寒いしね。寒い中で焼肉なんてごめんだけど。そう、この焼肉。北見市は焼肉の町。人口に対しての焼肉店の数が北海道1位。全国でも2位。北見市の焼肉屋さんはほぼ七輪タイプの炭での焼肉。外での焼肉も炭を起こして暖を取りながら焼く。特にホルモン、マルホルモン、白肉と呼ばれるところが美味しいお店が多い。北見で何食べるの？もちろん初めての人は昼から焼いちゃって、ランチで焼肉なんてのも全然珍しくないわけ。北見市出身で有名な曲、ホワイトベリー夏祭り。私ずんだもんが歌う夏祭りをバックにやっちゃう。なまら季節外れっしょってのは許して。やべえ量の北見市の焼肉屋、ざっと個人的チョイスで紹介しちゃう。間違いやってところは許してね。それでは行ってみよう。レギゴー。ホルモン焼肉マルショー余剰店。ホルモン焼肉マルショー白洋店。ホルモン焼肉マルショー三輪店。マルチオジンギスカン。山口。君の髪の香りはじけた浴衣姿が甲府園。お祭りの夜は胸が騒いだ余剰ホルモン。はぐれそうな人混みの中離れないで出して焼肉おっちゃん。握りしめて焼肉6個。焼肉食べ放題炭治郎パルオーク店。焼肉同食。焼肉南門。焼肉八大門。焼肉部屋金星。焼肉北見ホルモン炭治郎北五条店。炭火屋。炭火焼肉小高牧場。炭火焼肉タンタン。炭焼
ぶりや鳥源肉の大判肉のきくえ肉炉端ホルモン焼き100万力半門店北見ホルモン文太郎総本店焼肉堀口味覚園栄町店味覚園総本店味覚園北見銀座店羊や千肉辰巳ホルモン和牛焼肉アベベ和牛焼肉木本和牛焼肉としおあるよね。まだまだあるんだよね。北見は焼肉も有名だけどラーメン屋さんも多いかも。2023年の12月は旭川方面、留萌方面は大雪で大変なようだけど、湖道東地方は寒いけどそんなに雪降らない。たまにドカッと降ったりする。実際にこの動画も12月の映像。少し降ったけどの動画がこれ。大きな北海道、場所により雪景色が全く違うから大雪動画も寒いの嫌だけど集めていくぞ。北見市ってこういうとこって紹介だったけど浦賀町なわけ。紹介したりないけどお寿司もスイーツもおすすめは尽きないわけ。インタースポーツもいいけどとりあえず焼肉食いに来たら一緒や。そして高評価、チャンネル登録よろしくね。